こんにちは、まずくです。突然ですが、島繰りを始めるときに何から手をつければいいのかわからなかったり、手をつけたけど途中で飽きてしまったりすることがないでしょうか。今回はそういうときどうすればいいのか、島作りを何から始めていくべきか、私なりの進め方でお話ししていきます。それではどうぞ。私が島作りを始める前にしていることが大きく分けて5つあります。1つ目はコンセプトを細かく決めること。2つ目は島を更地化すること。3つ目はベル、素材、マイルを集めておくこと。4つ目はある程度の木を確保しておくこと。5つ目は購入している方限定になってしまうんですけど、ハッピーホームパラダイスをエンディングまで進めておくことです。どれも大切なので一つずつお話ししていきます。島作りを始める前に一番大切なことがこのコンセプトを細かく決めることです。ただただ決めるだけではなくて、細かく決めることで飽きずに続けられるかも変わってきます。まずコンセプトの決め方について細かく分けられるだけ分けてみます。まず島でどんな色、何色使っていくか。色は島の印象に大きく関わります。次はどんなジャンルの家具を使うか。洋風、和風、かわいい、かっこいい、シンプル、武骨などいろんな家具があるので、なんとなく使う家具を決めておくと、島を作るときに家具選びもスムーズにできて統一感も生まれます。次はコンセプトに合った季節選びです。季節によって雰囲気や葉っぱの色合いが変わります。島のテーマに合う季節で島作りをしたり、リアルタイムでプレイをしている方は、どの季節にでも合うテーマで作ってみたり、季節に合わせて家具を変えたりするといいと思います。次は低木やお花の種類を決めることです。低木やお花によっても島のイメージが変わります。低木は種類によって開花時期が違うので、時間操作をしている方は咲いた状態で島作りをしていくのか、咲いていない状態で島作りをしていくのかを決めたり、リアルタイムでプレイをしている方は開花しても島のイメージに合うものを選ぶと島のイメージが固まりやすいです。咲いていない状態でも季節によって葉っぱの色が変わるので、イメージに合うものを選ぶとさらに雰囲気を出すことができます。次は島で使うマイデザインや既存のタイルをあらかじめ選んでおくことです。マイデザインを使う方は島を作る前にあらかじめ使うものを決めておくとスムーズに島作りを始めることができます。既存のタイルを使う場合は島のイメージに合うものを選んだり、タイルの組み合わせを決めておくと島に統一感を出せたりします。という感じで細かく決めていくと、島作りを始めるときもイメージが固まっているので作りやすいです。もっとわかりやすく実際に私の島に当てはめてみます。まずコンセプトを決めるとき、ざっくりとヤシの木やサボテンが生えている島にしたいと考えました。そこからその2つが生えている島だとどんなジャンルができるかなと考えたときに、南国風とウエスタンな雰囲気が出てきます。南国風の方が作ってみたかったので南国風に決めました。次はまだなんとなくでしかイメージができていないので、もっと明確にするために実際にある風景などを調べます。いろいろ調べている中でアリゾナやカリフォルニア、パームスプリングスあたりの風景がすごく好みだったので、そのあたりの地形を参考にします。次はイメージが固まったので細かく決めていきます。参考画像を見た結果、モノトーンなお家が印象的だったので、島で使う色は植物の緑と白や黒、季節は緑が鮮やかな春、家具のジャンルは武骨なもの、低木は春の時期に咲かず、他の季節にした時に咲いたとしても島のテーマに合うハイビスカスやプルメリア、お花はリアルさを出すためになるべく使わない、道は基本的に道路、ところどころに土系やレンガのタイル、島の雰囲気は治安悪めなど、島を作る前に細かく決めました。そこから色合いの落ち着いた治安悪めの島で作り始めます。こんな感じでテーマを作るきっかけは参考にしたい他のゲームや地域だったり、使いたい家具から広げたり、何でもいいので気になったものから細かく広げて作ってみてください。コンセプトが決まったら次は島の更地化です。
ちなみに、更地とは建物などの障害物がなく真っさらな土地のことで、もともとあった崖や川を平らにしたり、建物を島釘の邪魔にならない場所に移動させたりすることを言います。更地化のメリットとしては、平らにすることにより障害物がなく作業がしやすかったり、周りに何もないことで島繰りを考えるときに惑わされず考えることができます。デメリットとしては、更地にするのにかなり時間がかかるので、島繰りをなかなか始められなかったり、更地の途中で飽きてしまう可能性があるということです。後のことを考えると、更地にしてしまった方が島繰りを進めやすいと思うんですけど、めんどくさいなと感じる方は、作るエリアの周りだけ更地にして、あとはゆっくり更地にしていくのもいいと思います。次は、ベルやマイル、素材をある程度集めておくことです。特にベルに関しては、少ないと何も始められません。ベルの貯め方で一番早いのは株です。スイッチを2台以上持っている方は、2台使って株の売買をしたり、ない方は友達と通信で稼いだり、自分の島で株チェックをして稼いでみてください。ちなみに私は、一つの島を完成させるのに、だいたい1000万ベルいくかいかないくらい平均で使っています。マイルや素材に関しても、島繰りを始めるときに集まっていないと、集めるところから始めなければいけないので、作業の効率を上げるためにも、あらかじめ集めておくといいと思います。島のコンセプトが決まっている方は、ベル、マイル、素材の他に使いそうな家具をピックアップして揃えておくのもおすすめです。次は、ある程度の木を確保しておくことです。3つ目と似ているんですけど、木がある程度の数揃っていると、島繰りを思いついた時にすぐに使えるので便利です。更地にした際に、植わっていた木を邪魔にならないところに植えておいたり、1エリアに使う本数分の木を角に植えておいて、なくなりそうになったらストックしておくという方法がおすすめです。次は、購入している方限定にはなるんですけど、ハピパラをエンディングまで進めておくことです。40件目まで進めると、島の動物たちの外観を変えることができたり、匠ライフの事務所の売店で15万ポキ分お買い物すると、自分では未入手のものでもお仕事で使っていれば注文できるようになるので、より島作りを進めやすくなります。島作りをする上でプラスなことしかないので、まだ購入していない方や進めていない方はぜひやってみてください。これで全てお話ししました。まとめると、島作りを始める前に一番大切なことは、コンセプトを細かく決めることです。細かく決めることによって最後まで飽きずに作れたり、島作りをスムーズに進めることができます。次に、作業効率を上げるために、島の更地かベルや木など島繰りを始めるときに必要なものをあらかじめ集めておくことです。いかがでしたでしょうか？こんなこと言われなくてもわかるよっていう方いるかもしれないんですけど、皆さんのお役に立てれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。